皆さんこんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。今、市ヶ谷のお店の営業が終わりまして、YouTube を撮り始めました。でこの市ヶ谷のチャイと選書が2月から完全予約制のもう選書専門カフェにしたんですよ。でそうしたらなのか予約たくさんいただいててありがとうございます。もしね本選び手伝ってほしいなとか、新しい本に出会いたい、チャプターズどんなサービスだろうとか気になった方いたら概要欄からも予約できますので、チャプターズの市ヶ谷のブックカフェぜひ来てみてください。なんか今年はね選書マイスター養成講座の上級取得者さんとも一緒にいろんなブックフェア出たりとか、全国でもねこの選書もっともっと広げたいなと思っているので、いろんな方がもっとこう一人に一人をね本を進めていく機会が作れたらなっていうのも、私的には思ってます。この選書結構面白くて、私とななみちゃん2人でもこのお店では基本やってるんですけど、私よりはるかにななみちゃんうまいんですよ。でもやっぱこう文字書くと私の方がうまかったり、なんかこう人によって多分どういう風に本を進めるのが合ってるかって全然違うんだなと思って、ここだけの話なんですけど、選書担当がななみちゃんだったら結構ラッキーです私ごめんねって、私すごい早口だし私の選書でいいのかなと思いながら、私ももっと練習しなきゃなと最近思ってます。で今日はなんで動画を撮り始めたかというと、ちょっと待ってくださいね。多分みんなが好きな企画だと思うんです。よいしょ何これって感じじゃないですか私これで電車持ってきたんです。なんか袋破れそうだったんで風呂敷を使いまして、なんと私がこの年末年始2ヶ月弱で読んだ本です。タラララララーンと、風呂敷でもちょっと限界ぐらいの本の量でした。よいしょね、みんなこういう動画好きでしょ煽り系っていうね。なんかこういっぱい紹介するとやっぱりこう次読む本何にしようかなとか多分考えやすいと思うので、今回はちょっと量をねたくさん出そうと思って持ってきてみました。読了してない本もいっぱいあるので、ちょっと先にダダダダダッと紹介して、で私が特に読了したし面白かった本をピックアップして紹介できたらなと思います。はい、では今日は書店主森本2ヶ月ぐらいで読んだ本一旦全部紹介です33冊か、どうだろう。でも普通かな、これおしなべたか2ヶ月分だとするとやっぱ1ヶ月20弱ぐらいですね。あと本当に冊数触れることが偉いわけでは絶対になくて、こんなに読んでますよ感出してるんですけど、私は選書しなきゃいけないからね。これだけ読んでもチャプターズの選書にね行くのはですね、今回2冊ですね。もうみんな忙しいと思います。私はこれお仕事でもあるから趣味だしね。忙しい人はチャプターズ始めて、私のね YouTube とか選書好きだな、合いそうだなと思ったらそっち信じてもらえると時間の節約になると思います。はい、では、読んだ本ちょっとザザザと紹介してみたいと思います。どの口が愛を語るんだ、東山明さん。増野光一さん、ショートソング。柳瀬みちるさん、真実は黒カレーのスパイスに。マリユキコさん、みんな邪魔。羽田圭介さん、5時過ぎランチ。単行本もいきましょうかね。森バジルさん、探偵恋しは恋しない。これなんか口に出すと気持ちいいですね。探偵恋しは恋しないみたいな江国香織さん、小園ゆき。鈴木智彦さん、ヤクザ時々ピアノ。これ買いましたって紹介した動画もあったね。アンモローサンドバーグ、海からの贈り物。パリュス綾子、燃える息。山田栄美、フォーユニークガールズ。千早茜、マリエ。どうしよう、作家さんさん付けの方がいいかな。ちょっとごちゃっとしちゃってすいません。羽田圭介さん、ファントムこっからさん付けっていうね。横山秀夫さん、ルパンの消息。小柳東子さん、雨上がりのビーフシチュー。クジライアメさん、晴れ時々クラゲを呼ぶ。辻堂ゆめさん、鳥かご。増田美里さん、世界あちこち旅日記。折り返したかな。古市和恵さん、マカンマラン23時の夜食カフェ。鈴村文さん、櫓太鼓が聞こえる。
長島優さん、愛のようだ。内山純さん、あなたのためのショコラショー。原光一さん、曲がり寿司まさよだよね。金原ひとみさん、トリップトラップ。これよかった。原田瑞希さん、やがて訪れる春のために。これは結構面白かった。裏物ジャパン編集部さんでいいのかな、書いた人。人が幸せに見えたら深夜の松屋で牛丼を食え。すごいタイトルでしょ。ほうじ茶さん、月曜日が嫌いな私の好きなこと。こっちだろうか。これ一冊ビジネス書かな、自己啓発本かな。これは土井優馬さん、賢者病、考えすぎて動けないがなくなる本。これはお友達優馬さんに献本いただいて面白かったです。こちら嘘つきな2人、武田綾乃さん。青山美智子さん、月の立つ林で。伴和彦さん、あなたも人を殺すわよ。平岩由美恵さん、パナマ運河の殺人。最後だ、山本浩志さん、拾い物です。はい、これで全部ザザーっといきました。なんか気になったのあるのかな、皆さん。この本どうでしたかとか聞いてくれたら答えますんで、コメントくださればと思います。で、こっからは私が読了して特に面白かった本をちょっとピピピッと手に取って紹介したいと思います。別に紹介する本だけが面白かったわけじゃないんですけど、私がちょっと目があって今話したくなっちゃったのこれだ。辻堂ゆめさんの鳥かご。これ読みました。一気読みでした。辻堂ゆめさん好きな人多いの分かった。理由がなんか何なんでしょうね。読ませるミステリーと結構頑張んなきゃ入らないミステリーのこの境ってでいくと、辻堂さん本当に読ませるミステリーで最初から面白かったですね。これは戸籍がない人、無戸籍者っていうものを扱った刑事小説になっていて、でその無戸籍者たちが自分たちでコミュニティを作って、ある工場の後ろ側にあるなんか廃墟とか、人から見えないところで人目を忍んで暮らしているっていうところで、そこを警察が偶然見つけて、そのコミュニティは犯罪なのか、違法なのか、でも彼らはどうしてそうなってしまったのか、無戸籍者たちはどうやったら戸籍を手に入れたり生活を普通にできるのかみたいなことをテーマに、事件の謎と一緒にそういうのが進んでいく話です。社会派×ミステリーとか好きな方は絶対面白いと思います。これ結構ちゃんとミステリーで2点3点の面白みもあるんですけど、なんか私はそっちよりも無戸籍者たちが住むコミュニティをどうにかしようと奮闘する警察官が言う一言で、社会のルールを最初から悪と決めないでくださいみたいな、頼ったらきちんとしかるべき制度が助けてくれることもある、最初から悪者と決めつけないでっていう風な表現があって、そこが綺麗事ではあるかもしれないけど私は好きでした。最初からもう誰も分かってくれないって思って立ち向かう問題と、どうにかなるかもと思って手段を探し続ける問題解決だとやっぱり疲れちゃうけど、後者であることが光を見つける唯一の手段だよなとか、でなんかいきなり国とかになると壁って大きくなるけど、そのルールをね怖いものだと決めつけないというか、なんかそこの一文が私はすごい刺さって、その時に手がハッと止まりました。一気読みでした。はい。で、ミステリーでいくとこれめっちゃ面白かった。ルパンの消息、横山秀夫さん、私ちょっともっと読みたいですね。これクライマーズハイ書かれた方ですもんね。もう絶対ファンも多いですよね。しかももう私が紹介するまでもなく多分有名な方ですねすごい面白かったです。これ3億円強盗事件の時効が成立した時代にもう一個別の事件が起きて、でその事件がちょっと交錯するっていう、実際にあった事件とフィクションの事件、物語上の事件が重なっていくような、この時代って本当にこうだったんじゃないかとか、あの事件の真相ってこうだったのみたいな、リアリティがちょっと感じられる点も手が進んだ一個きっかけだったのかなと思います。時効が迫るこの切迫感とともにこうやって大丈夫かって言ってページをめくっていくのがすごい楽しかったです。時間軸を追っていくスリリングを体験できたから一緒にすごい楽しめたのかも。この2冊は長編ミステリーで今回面白かったです。はい。じゃあちょっと違うジャンルいきますと、美味しい系いこう。美味しい系だとね、
これマカンマラン、これはもう好きだろうと分かってた。なぜならこの23時の夜食カフェっていうこの副題ね、もう夜に開くお食事屋さんが舞台系のものは私大体好きなので、絶対好きだろうなと思ったら本当に好きでした。でも結構最後がそんな感じで終わっちゃうのっていう、続編が気になる終わり方をして、でこのまま次に読みたくなるんですけど、ちょっと一旦面白いって分かったんで、続編はもう割と先のねちょっと時間ができた時に読めばいいかなと思って、これはすごいいい本との出会いでした。でその流れでやっぱ美味しい本読みたいと思って読んでよかったのがこれですね。小柳東子さんの雨上がりのビーフシチュー。これ結構最近の本なんじゃないかな。令和7年の11月に、文庫で出てますね。これも面白かった。これは民間の経営するコミュニティセンターで男性限定のお料理教室を開いている先生が主人公で、そこに通う男たちが宿泊しながらお料理を通じて生活を顧みたりとか、人間関係をちょっと進めていくような話になってます。なんかね、ちょっとしたミステリーチックなヒヤッとするシーンとか、この先生の過去とかもなんか出てきて、なんか手が止まらなくて連作短編ずっと読んじゃいました。これ良かった理由が、なんか本当に私が作りたいと思ったレシピがあったんですよ。お鍋1個で作るパスタメニューみたいな講座の日があって、お料理教室の日があって、お鍋に麺とキャベツ茹でて、で茹で汁捨てて、そこにちりめんじゃこかなんか入れて味付けしたらオイルパスタもうすぐ出来上がりみたいなのがあって、読んでてすっごい食べたくなっちゃって、ちょっとね近々作ろうと思ってます。私も本当に料理できないのでこの生徒たちと一緒にふむと先生から料理を学んだっていう一つ経験でした。なんかご飯の描写が、美味しそうっていうよりもやっぱ作っていくから自分も作りたくなってくる、作れそうと思わせてくれたのが嬉しかったかも。これはなんかそんなタイミングあるか分かんないけど、料理始めようと思ってんだよねとか、もうちょっと友達のあの子の食生活がもう破綻しすぎてて心配だっていう時に差し出してあげるとちょっといいエンジンがかかる作品かも。で次、これちょっと全然違うけど面白かった。ファントム、羽田圭介さんをちょっと挑戦したくて2冊行ったんですよ。これか、5時過ぎランチとこれと。でもうこれは名前を隠してこの作家さんは男性でしょうか女性でしょうかって言われても、私絶対男性って分かるような小説だなと。で取り扱うものも、これは車の修理工場が舞台だったりとか、こっちは今話題の資産形成みたいな、みんな考えてますね今、資産形成。そんな中でこれ読むとすっごい面白いんじゃないかなと思って、で私もまんまと引き込まれてしまいました。幸せに向かって歩んでいく、お金持ちになりたい、資産形成ってそういうことですよね。将来アーリーリタイアしたいみたいな、ファイヤーみたいな言葉もよく聞きますけど、なんかそこに向かう過程がすっぽり抜けちゃうと、それって人生としていいんだっけっていうことを割とテーマとしては感じられる作品になってます。であることにすごいお金を使うか、それとも自分が一生懸命貯めたお金をねこんなことに使っていいのかみたいな悩むシーンがあったりするんですけど、なんかその辺から主人公がちょっと前に進んでいったりとか、毎日資産形成のことばっか考えてるのに大きなお金を使い先がすごいしょうもなかったりとかして、そういうのの人間らしさとかにちょっとクスッと笑って、そういうタッチで読んでいいのか分かんないんですけど、私は割とゾッとしながら笑うようなイヤミス的な雰囲気で読みました。なんかその資産形成じゃ考えてる人もきっといますよね、いっぱい。お金で今頭いっぱいの人、これおすすめです。ではお金の話したからちょっとラブの話に行こうかな。ラブだとこれはもう読みたてほやほやです。千早茜さんのマリエ。これは離婚直後の女性、40歳の女性かなの1年間ぐらいの生活を追って、新しい恋をしたり、その人生が変わっていったりっていう、その離婚後の女性の生活にフォーカスを当てたお話です。この本、離婚を否定するわけじゃないのがすごい良かったです。何か事件があって離婚したわけじゃなくて、もう意見の不一致、お互いの価値観の不一致っていうんですかね。で別れた2人で、その女性がどういうふうに新しい生活を歩んでいくかっていう中で、なんか気の合わない人と無理やり生きるより一人で生きる方が絶対楽しいし楽だよなって私も思うので、なんかそういう意味では同じ境遇の人はすごく心強さとか感じるんじゃないかな。これは4、50代の一人暮らしの方もしいらっしゃったらいいかもしれない。あとなんか新しい恋もあったりして、なんかそこの恋の仕方忘れてわたわたする感じとかは、もう私共感性周知って感じでした。あ、
なんか恥ずかしいみたいな、こっちも恥ずかしくなっちゃうぐらいの大人の恋どうやって始めたらいいんだっけみたいな時の駆け引きがすごくなんか自分にもなんか覚えがあった気がして、とっても楽しく読みました。で今目があったこのトリップトラップ、これは金原ひとみさん、私の大好きな作家さんの結構初期の作品みたいですね。一人の女性がパリ、ハワイ、イタリアといろんな土地土地に行く人生20年ぐらい追ってるのかなの話でした。このね中のハワイでアロハっていう4章目のお話があるんですけど、これがもうすごいうまくいってるカップル2人が旅行にハワイに出かける話なんですけど、カップルの喧嘩で仲直りの様子とか、なんかその辺が可愛らしくて、私キュンとしました。こういう恋したいなってなんか思わせてくれましたね。ハワイ旅行とか恋人と一緒に海外旅行、ちょっと遠くの旅行に行く人はぜひバッグに忍ばせて読んだら楽しいんじゃないかなと思いました。でそうだ、このマリエの文庫本の後ろについている後書き解説が金原ひとみさんと千早さんの対談なんですよ。でそれも面白かったんで、それもぜひちょっと読んでほしいなって思いました。今思い出した。ほんであとはなんか紹介したいのあるかな。これ良かったな。これもちょっと読んでだいぶ時間経っちゃったけど、月の立つ林で、これはねラジオの話ですよね。いろんな生活の中に溶け込んで同じポッドキャストを聞いてる人たちの生活をその人たちの視点から描くんですけど、これがなんか最後つながってってもう一つの物語として成り立ってるんで、なんか私は長編として読めました。青山美智子さんのこの絶対に人生は美しいとか温かいとか前向きな気持ちで終わらせてくれるっていう前提をもとに読ませてくれる読書ってとてもありがたいんだなと思いました。なのでやっぱ手に取ると最後まで読みたくなっちゃう。これは青山美智子さんのすごい力だなと思います。しかもなんか夜が舞台の本、私夜本を読むのですごくシーンとかも私に合っている中だと、私青山美智子さんの中で一番好きだったかもな。なので今優しい本とかベッドサイドに置いておく小説探してる人ぜひ読んでみてください。あとポッドキャストやりたくなると思う。なんか声ってこんなに人をつなげたり自分のことを幸せにするんだなっていう。私とか見てくださってる方は割と小説派、文字で物語を楽しむタイプが多いと思うんですけど、隣の人の話を聞くようなエッセイみたいな感じですよね。ポッドキャストって多分リアルな話多いからとかもいいのかななんて思ったりしましたね。あと思って全部面白かったんだよ。全部面白かったんですけどあと1冊ぐらいにしようかな。いやでもちょっとあと2冊ぐらいいく？いや3冊いくこれよかった。矢倉太鼓が聞こえる。これは私今もう大相撲が大好きでハマりまくってる中で大相撲の小説読みたいなと思って手に取りました。これは大相撲の呼び出し、東なんとかっていう人になると決めた若い男の子を主人公にした作品になってます。これはだから私が楽しかっただけだと思うんですけど、もしお相撲好きな方いたらこれぜひ読んでください。力士じゃないところにフォーカスを当てて相撲の世界を見ていくと、やっぱりいろんな文化があったり、土俵をね毎場所作る大変さとか、それね呼び出しの人とかが作ってるんですよ。やっぱそういうのも含めてお相撲が持つ芸術性、勝ち負けだけじゃないやっぱ文化的な側面が私をすごく楽しませてくれてるなって改めて思わせてくれたりして、お相撲好きな人ぜひ読んでほしいなと思いました。あとは私はそうだ、これもねミステリーだ。これです。探偵小石は恋しない。ほんと気持ちいいな。探偵小石は恋しない。これなんで紹介したかったかっていうと、本屋大賞のノミネート入ってますよね。私文庫本屋さんなんで文庫ばっかり読む。だからちょっと人より遅れてるんですけど、本のトレンドが。そんな中私がふっと手に取った単行本が本屋大賞のノミネートにも入って、トレンドど真ん中じゃんっていう嬉しさがありました。これも、ミステリーですね。面白かったし、でも私若干分かったんですよ。これ読んでてトリックが、全部じゃなかったんですけど、なんかその嬉しさとかもあって一気に読んじゃいました。やっぱミステリーって結末が気になる読書じゃないですか。ミステリーってだからすごい移動時間とか入ってるとありがたいなって思いましたね。私これなんか飛行機移動の時に一気読みしちゃいました。眠かったのにね止められなくてすごい良かった。どうなんだろう、本屋大賞私他読んでないんで分かんないですけど、探偵小石取るかなね。
今読もうか悩んでる方おすすめです。いいよねタイトルが。気づいた、私結構全部読了してるわ今回って思いました。はい。なので今紹介した中で何冊か2冊か、チャプターズの選書行こうかなと思っているという感じです。はい、皆さんの次読む本のお悩みに寄り添えてたら嬉しいです。じゃあちょっとバババッと最近読んだ本を紹介してみました。はい、ではまた次の動画で会いましょう。失礼します。